今回のシリーズはグレバ、フルカヌス、そしてフルボラを制覇し、ついに到達した最後の惑星凍てつくアクイロの攻略編です。ファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵は着陸直後から低温プラントを製造し、氷と燃料を永久生産して、何でも凍るアクイロで搬送ベルトも物流ロボットも一切使わない最低限の攻略方法を解説します。今回はチェストとインサーターしか使わないリチウムとリチウム板工場の作り方や6つの素材が必要な量子プロセッサーをインサーターも使わずに生産する工場を作ります。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、アンモニアでロケット燃料を無限生産。固形燃料を無限に生産できるようになったので、ロケット打ち上げに備えて今からロケット燃料を作りためておきます。まず低温プラントと化学プラントをこのように縦に並べて設置し、上からロケット燃料、氷の融解、アンモニア溶液の分離とレシピを設定します。次にインサーターと地下パイプをこのように設置し、ヒートパイプを敷設して工場全体を温めます。最後に組み上げポンプをシフトキーを押しながら左クリックで設置すれば完成です。ロングアームインサーターと鋼鉄製チェストをこのように設置して氷を搬出すればロケット燃料の生産が始まります。ロケット燃料はゆっくり時間をかけて400個生産すれば足ります。そのためエネルギー効率モジュールと生産性モジュールを4個ずつ挿入しておきます。鋼鉄製チェストを5つ設置し、氷を保管すればロケット燃料は400個製造できます。もしもっとたくさん作りたいときはチェストから氷を取り出して別のチェストに移し替えましょう。現時点では電力に余裕があるのでビーコンを3つコピーして貼り付けておきました。チャプター2、アクイロのゴールを確認。固形燃料生産の永久期間が出来上がってアクイロの資源だけで自立発電ができるようになりました。そこでここで一度立ち止まり、アクイロ攻略のゴールを確認します。アクイロ攻略のゴールは大きく2つあります。1つ目は低温サイエンスパックの生産、2つ目はレールガンの製造です。低温サイエンスパックを使ってまずレールガンの製造に必要な量子プロセッサーとレールガン本体の研究をアンロックします。これだけで2500個の低温サイエンスパックが必要です。そしてレールガンを製造して宇宙プラットフォームに搭載している間に最後の目的地である恒星系の淵へ行くためのプロメチウムサイエンスパックをアンロックします。プロメチウムサイエンスパックのアンロックには前提となる核融合炉の研究に2000個、そしてプロメチウムサイエンスパック自体の研究に2000個の低温サイエンスパックが必要です。恒星系の縁に行くまでの間はとんでもない数のアステロイドが飛んできます。そのため1000個のサイエンスパックを使ってレールガン連射速度をアンロックしておくと生存確率が上がります。以上、これらの研究には合計7500個のサイエンスパックが必要ですが、バイオ研究所ならば消費量が半分で済むので3750個となります。さらに生産性モジュールを4枚挿入すれば生産ボーナスがつくため必要な数は2930個まで減らせます。つまり約3000個の低温サイエンスパックを生産することがアクイロでの目標となります。アクイロでは核融合炉というとんでもないパワーの発電所をアンロックできますが、クリアには必須ではありません。そのため今回の動画では解説を省きます。もしリクエストがございましたらぜひコメント欄で教えてください。核融合炉の使い方に関する解説動画を優先して配信するようにいたします。チャプター3、ヒートパイプ活用、リチウム板を量産。アクイロのゴールが確認できたので気を取り直してアクイロ攻略を再開します。
固形燃料の生産によりアクイロでの自立発電が可能になったので、低温サイエンスパックの材料であるリチウムを量産する工場を建設します。まずビーコンをヒートパイプで囲み、低温プラントを2つ並べて設置し、生産性モジュールを8個挿入します。次にレシピ設定をリチウムに変更し、設備を回転させてパイプを接続します。アンモニア溶液の分離の低温プラントにこのように地下パイプで直接接続すると、ごちゃごちゃになりがちなパイプラインがすっきりします。アクイロの南東部分には必ずリチウム塩水が噴出しているので、こんな感じでまずは広域電柱を敷設します。そしてポンプジャックを設置し、パイプと地下パイプでリチウム塩水のパイプラインを敷設していきます。このようにまずはリモートビューでゴースト設置して調整しながら建設計画を作り、最後に実際に建設する方法がおすすめです。これなら無駄にヒートパイプを引いてしまって熱を消費することがありません。アクイロではロボットの消費電力は5倍なので、建設ロボットはすぐに充電切れになります。なので節電をするために建設ロボットの移動距離が短くなるようゴーストに向かってちょこちょこ移動しています。リチウム塩水の採掘速度は遅いため、ポンプジャックには生産速度モジュールを挿入します。鋼鉄製チェストとロングアームインサーターを2つずつ設置し、貫入側のチェストにホルニウム板を投入するとリチウムの生産が始まります。リチウムはフルオロケトンの生産に少ししか使わないので、鋼鉄製チェストのスロットには制限をかけておきます。次はリチウムからリチウム板を生産します。まず電気炉を4つ並べて設置し、生産性モジュールを挿入してからロングアームインサーターを設置します。次にヒートパイプを敷設して電気炉を温めるとリチウム板の生産が始まります。最後に鋼鉄製チェストとインサーターをこのように設置すれば完成です。後ほど解説しますが、低温サイエンスパックの生産には大量の電力を使うため、電力に余裕のある段階でリチウム板を大量生産しておくと後が楽です。そのためビーコンをコピペして生産速度を上げておきました。ところで皆さんはアクイロを埋め立てて整備するとき、工場全体をきっちり四角く埋め立てますか？それとも資源の節約のために必要な通路だけを最小限に作りますか？どちらのタイプかぜひコメント欄で教えてください。チャプター4、インサーターも不要、フルオロケトン生産。リチウムと固形燃料が生産できるようになったので、次はフルオロケトンを生産します。まずリチウムの低温プラントをコピペして設置し、レシピ設定をフルオロケトンに変更します。次にリモートビューを開き、フッ素噴気口にポンプジャックをゴーストで設置します。最後にリモートビューでシフトキーを押しながらマップを動かし、パイプと地下パイプをゴーストで敷設していきます。敷設したパイプと地下パイプに沿うようにヒートパイプを設置すればフルオロケトン工場は完成です。固形燃料とリチウムを100個ずつ低温プラントに投入すればフルオロケトンの生産が始まります。固形燃料とリチウム1つでフルオロケトンを50も生産できます。そのため材料が100個あれば5000、生産性モジュールの生産ボーナスを含めれば全部で約7000ものフルオロケトンを生産できます。これだけあればゲームクリアに必要な低温サイエンスパック約3000個生産できる計算です。フルオロケトンは冷やさないと使えないため、低温プラントをコピペして設置し、レシピ設定を高温フルオロケトン冷却に変更します。このようにパイプラインを接続すればフルオロケトンを冷却して使えるようになります。生産速度を上げるためビーコンを設置し、生産速度モジュールとエネルギー効率モジュールを1つずつ挿入しておきます。次はいよいよ低温サイエンスパックの生産ですが、
ここで電力が一気に不足するためビーコンを撤去してリチウム生産の消費電力を抑えておきます。ビーコンの撤去で空いたスペースに貯蔵タンクを設置し、冷やしたフルオロケトンを蓄えておきます。これによって低温サイエンスパックの副産物として排出される高温度フルオロケトンでパイプラインが詰まってしまうことを防げます。またさらなる節電のためビーコンのモジュールを1つだけエネルギー効率モジュールに差し替えておきます。チャプター5高速建設低温サイエンスパック工場。これで材料が全て揃いましたので低温サイエンスパックの生産工場を建設していきます。まずリチウム工場をシフトキーを押しながらコピーし、パラメーターを低温サイエンスパックに変更して貼り付けます。次にパイプと地下パイプをコピペしてパイプラインを接続し、ビーコンを上下に4つ設置します。ビーコンは低温プラントの真ん中に設置することで最大3台の低温プラントに影響を与えられます。最後に鋼鉄製チェストとロングアームインサーターを設置します。全体をコピーして全部で10台になるように貼り付ければ低温サイエンスパック工場の完成です。これまで作りためておいたリチウムを1000個取り出し、低温プラントに手で直接投入した上で氷を鋼鉄製チェストに投入すると低温サイエンスパックの生産が始まります。低温サイエンスパックの製造時間は20秒とサイエンスパックの中でも最も製造に時間がかかる上、低温プラントの消費電力は 1.55 メガワットと莫大です。そのため生産速度、エネルギー効率、生産性のバランスを取るために今回はエネルギー効率モジュールを3個、生産速度モジュールを2個、生産性モジュールを3個の構成にしました。これで工場全体の消費電力は85メガワット。ギリギリを攻めすぎたかもしれません。氷が詰まって工場全体が止まるといけないので氷を溜め込んできたチェストから回収し、低温サイエンスパック工場のチェストに移し替えておきました。ちなみにこれだけの低温プラントを設置したにもかかわらず低温サイエンスパックの生産量は毎分たったの160個です。3000個の低温サイエンスパックを生産するのに20分もかかる計算になります。生産が進みリチウム板が減ってきたら追加のリチウム板を手で投入しておきましょう。チャプター6低温サイエンスパックをナウビスへ輸送。低温サイエンスパックの生産を待つ間にロケットサイロを建設します。ここでロケットサイロの材料として不足している制御基板400個、鋼材2000個、電気エンジンユニット400個、さらにロケット部品として必要な制御基板400個と軽量化素材400個も他の惑星から輸入しておきます。ロケット燃料はアクイロで生産しているため輸入は不要です。輸入が完了したら組み立て機を設置しロケットサイロを2台製造します。ロケットサイロが出来上がったらこのように設置し生産性モジュールを挿入します。またヒートパイプを敷設してロケットサイロを温めます。そしてチェストとインサーターを設置しロケット部品の材料を入れておきます。ロケットの打ち上げ準備ができたら低温サイエンスパックを回収してロケットに積み込み宇宙プラットフォームへ送ります。ナウビスまで運び、まずは量子プロセッサーとレールガンの研究を始めます。研究を進めている間に量子プロセッサーとレールガンの材料として必要な炭化タングステン、タングステン材、カーボンファイバーをそれぞれブルカヌスとグレバからアクイロへ輸入しておきます。ところで皆さんは惑星間の物流ラインを組むとき最初から完璧に自動化を目指しますか？それともクリア優先で手動でロケットに放り込みますか？皆さんのプレイスタイルをぜひコメント欄で教えてください。チャプター7最後の工程レールガンパレットを製造。いよいよこれが最後の工程です。
量子プロセッサーとレールガンタレットを製造します。まずはレールガンタレットの材料となる量子プロセッサーです。必要なアイテムが多すぎてめまいがしませんか？まず電磁プラントを4つ設置し、レシピ設定を量子プロセッサーに変更します。貴重な材料を節約するため、電磁プラントには生産性モジュール5個を挿入します。次に電磁プラントを V キーで上下反転させ、パイプと地下パイプを使って貯蔵タンクと接続し、冷却したフルオロケトンを投入します。最後にヒートパイプを敷設してパイプラインを温めれば量子プロセッサー工場の完成です。他の惑星から持ち込んだ5つの素材を電磁プラントに投入すると量子プロセッサーの生産が始まります。量子プロセッサーの生産には全部で6つのアイテムが必要なため、ファクトリオの中で最も生産の難しいアイテムと言えます。今回はレールガンタレットを作るだけなので100個があれば十分です。そのため副産物として生産される高温のフルオロケトンは電磁プラントの中にそのまま残しておきます。続いてレールガンタレットを製造します。まず低温サイエンスパック工場のレシピをレールガンタレットに変更します。そして出来上がった量子プロセッサーを回収し、低温プラントに必要なアイテムを投入すればレールガンタレットの完成です。これをロケットに積み込み、宇宙プラットフォームに運び込んで設置すればファクトリオスペースエイジのゴール恒星系の縁への出発準備は完了です。次回の動画ではレールガンたった1台で恒星系の縁に到達できる宇宙プラットフォームの作り方やちょっとした事前準備によってロケット打ち上げ回数を削減するテクニックなどを完全解説します。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。